はようございます。今週も人間をやります。涼しい時間帯に散歩するためにめっちゃ早起きしました。今日もカフェラテ飲みながら歩きます。ドア開けた瞬間、朝日によって目の前がオレンジ色やった。ただいまの気温26度でめっちゃ気持ちいいです。雲一つない快晴やし、めっちゃいいな。この時間光の入り方がサンセットの時と似てるから、サンセットの時のね、何とも言えない雰囲気が最高なんですよね。なんでかわからんけど今日氷溶けるのめっちゃ早かった。いつもやったらまだ残ってんのに。平日でもこの時間帯やと走ってる人いっぱいいますね。すごいですね。みんな仕事じゃないん？この後僕仕事の前に走るとか絶対無理やわ。さあ帰ってワンピース読むか。暑なってきた。歩いてたら汗かくのはしょうがないですね。2週間ぶりのワンピース読みたいと思います。誰も予想できひんやろこんな展開。すげえやば。今から90分作業します。45分やって5分休憩してもう1回45分やるって感じですね。最近気づいたんですけど、時間を決めてなおかつ休憩を挟まないとなんかダラダラやっちゃうんですよ。であと1日のうち本気で集中できる時間が僕の場合90分ぐらいしかないです。もうなんか90分以上やり続けてももうなんかダラダラやるだけでほぼ何もやってないのと一緒なんですよ。だから90分だけやった時と3時間やった時やと正直そんなに作業量変わんないです。45分じゃなくて、1時間でもいけるかな。いや1時間やとなんかちょっと長く感じんねんな。45分やったら全く気が散らずに集中できんねんな。一瞬で45分経ったんですけど体感20分ぐらいしかなかった。こんなにも早く時間は過ぎていくんか。僕はもう最近SNS とかもかなり制限してて、そもそもまずスマホにアプリは入れてないんですけど、結局パソコンから見れちゃうんで見ちゃうんですよね。でも1回見始めるじゃないですか。そうするとめっちゃ時間経っちゃうんですよね。で僕 Twitter 見る時間を1日10分だけにしようって決めたんですよ。5分を2回ですね。で見る時も時間計ってみる。でそれで見るじゃないですか。そしたら一瞬で5分経つんですよ。いやこれね恐ろしいですよマジで。いやそれはねいくら時間あっても足りないですよ。ほんまに1回見たらね見るのやめられないんですよ。そしたら後半の作業やっていきたいと思います。ちょっとミスったか。最近左手だけで卵を割る練習してます。塩別に入れんくてもいいんですけどミネラル摂取するために入れてますね。米食べる時しか卵焼きは作らへんわ。スクランブルエッグが簡単すぎんねんな。一瞬で完成。昼ご飯です。で食べながらポケモン見ます。めっちゃ綺麗やん。はい、これメルカリで任天堂スイッチのコントローラー買いました。中古で4800円でしたね。僕の任天堂スイッチのコントローラー2年ぐらい前から調子悪くて、でここ最近特にひどくて、もう30秒に1回は絶対コントローラー動かなくなるんですよ。やからようやく買い替えました。じゃあ交換するか。でなんか登録勝手にされんねや。おーやばい、めっちゃ快適。やっとコントローラーまともに動くようになった。壊れてるコントローラーでも2000円ぐらいで売れるっぽいんで売るか。コントローラー出品した瞬間売れましたね。2000円で売れました。ちょっと待って、このコントローラーを売ってくれた人が買ってるわ。まさかの2連続で同じ人とやり取り。こんなん初めてやねんけど。この人任天堂スイッチのコントローラーばっかり出品してるから多分業者なんやろな。じゃあ僕のこの壊れたコントローラーを修理してまた売るんかな。なるほど、そういうビジネスか。てかさっきの袋捨てんかったらよかった。もうこれ入れてそのまま送れんのに。ゴミ箱から回収しよう。なんやねんこのやり取り。これに入れて発送するのは明日の朝でいいや。今発送しても明日の朝発送するのと一緒なんで。はい、梱包完了しました。明日の朝発送します。 AirPods の充電が切れたんで15分だけ休憩します。本日2杯目のカフェラテ飲みながらポケモンをもう1話見ます。これ勉強ですからね。
今から英単語の勉強します。で、僕英語勉強するときはチャット GPT を使ってるんですけど、ていうかもはやなんか調べるときとかも Google じゃなくてもうチャット GPT に聞くことの方が多いんですよ。めちゃくちゃ早いし情報の質もかなり高いんで、今日も散歩中になんかふと東南アジア各国の英語の発音記号がすごい気になって、チャット GPT にね一気に全部出してもらったんですよ。やばくないですかこれ。こんなん自分で1個ずつ調べてたらめっちゃ時間かかるわけですよ。もうそれを一瞬で出してくれるんで効率が爆上がりなんですよね。分からへんフレーズがあったりとかした時もチャット GPT に聞くと一瞬で答えてくれて、そのフレーズの成り立ちとかも聞いたらすぐに教えてくれるし、もう語学の学習するんやったらもうチャット GPT はもう 100% 使った方がいいと思います。てか別に語学の学習じゃなくてもあらゆることで使えるんで、動画編集とかも多分そのうち AI 使ってめっちゃ時短できるようになると思うんで、とりあえず AI に触れるっていうのは日々やっておいた方がいいのかなと思います。スーパー行くついでにこれ発送します。来た、鮭4割引き。買ってきた北海道産の鮭を速攻で冷凍します。これ結構小さいな。袋が無駄にでかい。割引で買った魚とか肉がいっぱいあります。下にもありますからね。冷凍庫のおかげで節約がはかどりますね。味噌汁作ります。やっぱり日本食食べるときは味噌汁があった方がいいですね。ある時とない時で満足感が全然違う。でやっぱりインスタントより自分で作った方が圧倒的にうまいんですよね。この出汁がねうますぎるんですよね。もはや味噌入れんでもうまいもん。もやしも入れて加熱していくか。見てこの黄金色の出汁。具材はもやしと薄揚げなんでクソ安いです。豚汁はうまいけどな、結構お金かかんねんな。あと作るのもめんどくさい。 OK、 味噌汁完成です。鮭のムニエル作っていきます。先週僕右手首骨折したんですけど、だいぶ使えるようになってます。てか骨折して2日後にはもうだいぶ使えるようになってましたね。ただやっぱり手首をね思いっきり曲げたりとかするとまだ痛いですね。ていうかね、この包帯があると洗い物する時めっちゃ邪魔なんですよ。3分経った。あいてて、手首をねひねる時とか痛いんですよね。あ痛い痛い、ひっくり返されへん。熱っもうだるいわマジで。油手首をひねるのがかなりきついですね。で夜洗い物する時は風呂上がってからやってます。風呂上がりの時は包帯外してるんで、明日も5時半ぐらいに起きたいから今日も絶対早く寝よう。最近睡眠時間8時間切ってることがかなり多いです。でも別に昼間眠くなることは全然ないですね。だからこの 1,2 週間ぐらいは睡眠時間が7時間とか7時間半とかですね。でも基本的にはやっぱり8時間は寝たいな。はい、あ、キャベツの準備してなかった。クソうまいタレを作ります。みりん大さじ1、醤油大さじ1、レモン大さじ1。 OK、 晩ご飯完成しました。クソうまそうです。動画見ながらご飯食べようと思ったのに AirPods の充電切れてもうた。うますぎ。味噌汁は簡単なやつでもいいから作った方がいいな。インスタントのやつよりもうますぎる。最高や。涼しい。風が気持ちよすぎる。ラジオ体操やってる人がめっちゃおる。久しぶりにここ来たな。帰ってきました。今日も最高のスタートを切れましたね。今日も今から90分本気で集中します。で今8時半やから90分後まだ10時か。最高やんけ。今日はかなり早めの昼ご飯です。このラルフローレンのキャップ売れました。発送するか。座りながら寝てましたね。そしたらポケモン見るか。
トゥトゥルルトゥルルトゥ。今日もやりきった。今すぐにでも寝れそうや。このマイク売れました。明日発送します。今日はガーリックライス作ります。これが青森産のニンニクで、こっちがスペイン産のニンニクですね。で、青森産のニンニクはねちょっと高いだけあってやっぱうまいです。あと見た目もめっちゃ綺麗やし。肉焼いていきます。今日も牛肉食べんのが楽しみすぎる。うわーうまそう。僕は節約するとしても肉か魚は基本的に食べたいんですよね。やっぱ肉食べるとね活力が湧いてくるんですよ。あとシンプルにご飯が楽しみになる。やっぱご飯が楽しみになるっていうのは大切ですよね。こう夜にうまいもん食えるから間食せんとこうとか思うし。はあ、バターの香りほんま食欲そそるよな。うまそう。ちょっと焼きすぎちゃったな。断面こんな感じですね。お、こっちはかなりいい感じかも。そんなに変わらんか。まあどちらにせよねクソうまいです。晩ご飯です。うまそう。手上げレッタキャース。うますぎ。どの米で作ってもめちゃくちゃうまいわ。米に味付けしてるんでそんなに違いない。ワンピース見ようかな。どこまで見たっけ。最近入浴剤はエプソムソルトじゃなくて気球使ってますね。これ匂い好きなんですよね。で、あとはお湯が白くなるのも好き。はい、お風呂入らんと寝るのが遅なってまう。一度きりの日々を一度だけ過ごそう。手首まだ治ってはないんですけど薬飲む必要はもうあんまない気がするんですよね。ただ包帯はねちゃんとやっとかなあかんわ。毎朝起きたら手首ちょっと痛いんですよね。やっぱ寝てる時に自分でも何してるかわからんから、いやーそろそろちょっと寝ないとまずいんですけど、本読みたいねんな。最近本読みまくってて先週本結構買ったからな。おはようございます。今ちょうど日が出始めたぐらいですね。空がオレンジになりつつあります。というわけで散歩行ってきます。朝日がめっちゃ眩しい。今日もめっちゃ天気いいです。早朝の静かな時間帯は精神が整いますね。段ボールの高さが足りへん。コンビニをあと2往復すんのきついって。いいこと思いついた。このバンズの箱を上にかぶせるわ。60センチより大きいものやと発送すんのが大変やねんな。とりあえず高さはこうやって変えれるんですよ。で足りひんのここじゃないですか。それをこのバンズの箱で補います。緩衝材はねここにあります。 OK。 はい、完璧。OK、 完成です。完璧。さあ発送してくるか。昼ご飯です。眠いんでちょっと昼寝します。1時間昼寝してました。一瞬で1時間経ったわ。カフェラテ飲みながらポケモン見ます。 You're fine. I've decided to try yoga to refine my posture. はい、今から1週間ぶりの整形外科行ってきます。雲すごない？雲はまだ完全に夏の雲ですね。反対側の雲もすごいわ。空がめちゃくちゃ青い。というわけで行ってきます。もう診察終わりました。また来週行かないといけないです。で、来週はレントゲン取るみたいです。牛乳買って帰ろう。今日のご飯はこのささみを焼くだけです。めっちゃ簡単。そしたら焼いていきます。うわ、やばいやばいやばい。今日ももちろん味噌汁はすでに作ってあります。なんかちょっと焦げ臭い気がする。大丈夫かな。いや大丈夫やな。まあかなりいい感じじゃないか。もういいかな。はい、完成しました。で、ここにマヨネーズ、あと七味ですね。
ちなみに僕は味噌汁にも七味入れます。七味好きなんですよね。見てください、これめっちゃうまそうです。手上げレッタッキャース。うんま。これはね、七味マヨネーズがうますぎるわ。これはもう一回作ると思う。おはようございます。今日は20分だけ散歩行ってきます。ちょっとやらないといけないことがあるんで、10分歩いたら家に戻ろう。そしたら往復20分ですね。10分経ったんで戻ります。1日のスケジュールを考え直します。午前中はいいんですけど、昼以降がかなり微妙。もう特に夕方以降は全然あかん。でまずは僕はね、絶対寝る時間から決めますね。9時半に寝るわ。9時半から5時半やな、とりあえず。これで8時間睡眠。ほんまは9時に寝て5時に起きれたらいいんですけど、9時に寝るっていうのが多分無理。すぐに寝るの10時とかになるやろうから、間を取って9時半に寝ます。この寝る前の時間帯やな、ここがね結構グダグダになっちゃうんですよね。ざっくり決めるとあかんわ。で今はヨガとスケボーはできないんで、それが入ってないスケジュールを考えます。できるようになったらまた新しく考えるわ。であとは当然季節によってもスケジュールは変えます。冬に早朝に散歩するとか絶対無理なんで、寒すぎて、というか太陽出てないし、冬やったら一番あったかい昼の1時とかにしか外出ないですね。これは去年も一昨年もそうやな。であと単語帳やな。これを1ページあたり何分かけるか決めよう。じゃないといくらでも時間かけれちゃうんですよ。気になるところとか全部調べたらいくらでも時間使えるんで、この本は何週もするって決めてるから、そんな1週目から全部調べる必要はないわ。考え事してました。というわけで今から作業やっていきます。昼ご飯です。飽きるまではもうずっとこれでいいわ。僕基本的にね、一回ハマるとなかなか飽きないんですよね。食べ物以外にも全般的に。音楽とかもこの曲いいなって思ったら同じ曲をずっと聴きますからね。昼寝してすっきりしました。今からポケモンを1時間見ます。スケジュールをめっちゃ細かくしたら、普段より短い時間で普段より多くのことができてる。これはすごい。というわけで今から英単語の勉強をします。ポケモンのアニメもすでに今日4話見ましたからね。めっちゃいい感じ。今日もやりきりました。でもまだ4時前か。最高やな。今日は何食べよっかな。てかロンドンの宿予約するか。オアシスが再結成するらしくて、で来年の7月8月なんですけど、イギリスとアイルランドでライブやるみたいなんですよ。来年の7月30日ロンドンのウェンブリースタジアムですね。めちゃくちゃチケット争奪戦だったんですよ。チケットサイトにアクセスするじゃないですか。そしたら土日のライブやともうだいたい20万人待ちとかで、僕は全然平日でも行けるんで平日のチケットを買ったんですけど、それで6万人待ちでしたね。でチケット販売開始されてから4時間半待って買えました。ただまだ行くか分かんないです。というのは僕来年の7月にロサンゼルス行こうと思ってて、で僕が行きたいと思ってるフェスの日程出んのが多分3月なんですよ。で多分7月第2週の土日か7月最終週の土日なんですよ。で日程がわからんからオアシスのチケットも日程気にせず取ったんですけど、あまりにも日程的に微妙やったらオアシスのチケットを別の日程と交換できる人探そうと思ってて、それができるのかはちょっとまだわかんないんですけど、であと日本に来る可能性もあって、僕ライブ見れるんやったら別にイギリスで見たいっていうこだわりはないから、だからまだイギリスに行くかは分かんないんですけど、でも僕今回イギリス行かんかったらなかなか行くことない気がするんですよね。とりあえず宿だけ押さえとくわ。できればさっきアメリカ行ってからイギリス行きたいんですよ。というのはロサンゼルスって日本から直行便あって、東京からジップエアっていうのに乗れば行けるんですよね。1年後とか先すぎて分からんねんな。とりあえず3泊取っとくか。ロンドン宿安いですね。ウェンブリーの近くの宿3445円。悪くないっすね。来年の7月26日までキャンセル無料やって、全然僕はどこでもいいけどな。なんか一番安いところが3048円なんですけど、めっちゃクオリティ高いぞ。でもこれはキャンセルできひんな。キャンセルできるやつが1泊3418円。それでもめっちゃ安い。ベッドにカーテンもついてるし最高じゃないですか。ここでいいや。いや待て、ちょっと一応立地だけ見よう。いやこっからウェンブリーめっちゃ遠いわ。いや場所が悪いな。
スーパー行こうと思ったのに一瞬夕立が降ってましたね。湿度やば、めっちゃ蒸し暑い。雷も鳴ってるし絶対雨降るやん。あれ、大葉売ってない。米がめっちゃ売ってる。しかも玄米もあるわ。やばい、雨が降ってきた。大葉を買うためだけにオエイシス来たぞ。くっそやらかした。大葉買ってきたのにチーズ買うの忘れた。やっぱり大雨来ましたね。雷鳴ってる。チーズ買い忘れたんで昨日と全く同じ晩ご飯になりました。今日は完璧な一日やと思ったんですけど、夕方にやらかしちゃいましたね。チーズを買い忘れたことによってなかなかうまくいかないんですよね。人生そういうもんです。いやでもそれ以外は最高の一日やったな。一回きりの人生だから好きなように。あとは本読んで9時半に寝るだけです。とは言っても僕すでに今日結構読書してて、今日は1時間3分すでに読書してます。いつやっとんねんっていう感じなんですけど、隙間時間基本的に本読んでますね。時間が空いた瞬間 Kindle アプリ開くみたいな。もうね悩まないんですよ。なんか大人になってから5分とか10分とか20分ってめっちゃ短いって思うじゃないですか。でも小学生の時を思い返すと20分休みとかにサッカーしたりとかしてたわけですよ。4階からわざわざ1階まで降りて、ほんで靴に履き替えてグラウンド出て、でサッカーやって、でチャイム鳴った瞬間教室に戻るみたいなね。たったの20分でサッカーしようと思わないじゃないですか。でも子供って時間がこれだけしかないからやめようとか考えないんですよね。時間が空いた瞬間やる。なんか大人になると5分しかないわ、10分しかないわ、 SNS 見よう終わりみたいな、もうこういう感じになっちゃうんですよ。だから子供に戻ったような感じで、時間空いたら速攻で Kindle を開くと。おはようございます。曇ってるんで外めっちゃ暗いですね。太陽が出てないんですけど散歩行ってきます。昨日の雨のせいか空気がめっちゃ湿ってる。おー、朝焼けや。というか太陽見える。めっちゃ曇ってはいるんですけど、太陽が出てるとこらへんは雲ないんかな。空もめっちゃオレンジやし、大阪は夕日は見えるけど朝日はめっちゃ見にくいねんな。朝焼けこんな感じです。めっちゃ綺麗。今日はちゃんと8時間寝ました。で昨日はやりたいことを普段の2倍はできましたね。あとポケモンやりたかったな。それもスケジュールに組み込まないとあかんわ。かなり晴れてきました。予定より1時間早いんですけど作業していきます。てかこの引き出し買ったことによってめっちゃ部屋整ったな。マジで買ってよかった。チーズ買いに来たんですけどオープンと同時にめっちゃ人が入っていく。筋取んのめんどくさいからそのままでいいや。朝っぱらからこんなことができる。最高じゃないですか。そしたら焼いていくか。めっちゃくっついてる。昼ご飯はもう絶対に簡単なやつしか作らへんって決めました。だって1日2回料理に手間かけてたら時間かかりすぎるんですよ。だからご飯ちゃんと作るのは夜だけでいいわ。もうというかね、1日2回作ってるだけですごいわ。もうたとえスクランブルエッグだろうと。うまそう。めっちゃ早い昼ご飯になりました。僕これで口の中2回やけどしてるから気をつけなあかん。かぶりつくとね熱すぎる。熱っ。これ先に切っといた方がいいわ。包丁で切ってきます。切ってきました。チーズがクソ熱い。うんめ。このさっぱりした味が最高ですね。僕的にこれはね米と一緒に食べるよりそのまま食べた方がいいですね。チーズが入ってるからかなんか米と食べると重い気がする。あとこの皮が米粉なんで。そしたら今から3時40分まで英単語の勉強します。もうポケモンのアニメは見ましたね。今日は油淋鶏作ります。片栗粉をいっぱい使うときはキッチンが汚れてしまうのはもうしょうがないです。だからできるだけ周りに何も置かない。やっぱりキッチンはね広いに越したことないですね。もっと広かったらもっと楽やのにな。そしたらこれ揚げていきます。
で揚げてる間にもう1枚の方に片栗粉つけます。たっぷりとね片栗粉をまぶして、やば、なんかパン粉みたいになってる。そしたらひっくり返すか。うわー、うまそう。めっちゃいい感じ。かなりいい色してますね。もういいかな。2枚目いきます。さあ掃除実はもうお風呂入りました。やからあとはご飯食べて歯磨いて寝るだけですね。今風呂上がりなんで包帯外してるんですけど、やっぱ包帯なしだと動きが大きくなりすぎるからかちょっと痛いですね。包帯の意味あるんやなって感じるわ。そしたら切っていきます。もう1枚は後で切ります。晩ご飯です。というわけでお疲れっす。1人で胸肉2枚って食べ過ぎやんな。どう考えても 600g ありますからね。うめ。1枚は余裕やわ。クソうまい。鶏の胸肉やとは思われへんぐらいうまい。2枚食えるかも。これ作るの初めてじゃないんですよ。いつも2枚食べてたんかな。そしたら2枚目いきます。はい、2枚目です。で味噌汁作ったのに食べるの忘れてました。おはようございます。外も明るくなってきたんで散歩行くか。素晴らしい朝。風がめっちゃ涼しいな。僕いつも Spotify にある Lo-Fi Sleep っていうプレイリストを夜に聞いてるんですけど、もはや朝にも聞いてますね。とにかく落ち着くんですよね。今から作業します。昼ご飯です。今気づいたんですけど、このコントローラーも壊れてるわ。このボタン押されへんからスクリーンショットできひんし。今日のご飯は何作ろう、右手は折れてる左手元気。鮭は結局なムニエルが一番うまいからな。他の料理作る気にならんねんな。困ったね。晩ご飯です。今日ももうやりきったんで早く寝たい。やから晩ご飯めっちゃ早く作りました。はい、というわけであとは歯磨いて風呂入って寝るだけなんで終わります。いやこの3日間めちゃくちゃいい感じです。かなり時間うまく使えてますね。今までほんまに時間の使い方悪かったなって思います。最近ほんまに毎日最高なんですけど、やっぱりこれは数年間かけて一つずつ改善してきたから今があるわけですよ。2年前3年前とかの動画見ていただいたらわかると思うんですけど、もう早起きなんか全然できひんし、1個できるようになって継続して、でまたなんか新しく1個できるようになってみたいな、そういう積み重ねでしかないんですよね。僕今は毎日のように料理してるけど、僕一人暮らし始めた時なんて米の炊き方すら分かんなかったですからね。でもまだ改善できるところもあると思うし、もっとね最高の日常を送れるようにしていきたいと思います。そういう感じでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。